理解説、倒産前夜の最後の輝き、60年代大英映画総合ランキングトップ10。霊夢、1971年に倒産した伝説の映画会社、大英を知っているか？今の若い世代には馴染みがないかもしれないが、昭和の映画史を語る上で絶対に外せない存在なんだぜ。倒産した会社なの？名前くらいは聞いたことあるけど、具体的にどんな映画を作っていたのかは全然知らないわ。実は倒産直前の60年代は、市川雷蔵や勝新太郎といった大スターを擁した、まさに黄金期だったんだ。東映の任侠、東宝の怪獣に対し、大英は人間の欲望や社会の闇をえぐり出すような、大人の映像美と強烈な個性で勝負していたんだぜ。人間の欲望や社会の闇。なんだか深そうね。黄金期だったのに倒産しちゃったの？一体どんな名作が残されているのか気になってきたわ。今回は、そんな大映が残した昭和の傑作をランキング形式で紹介するぜ。ただし、作品の魅力を余すことなく伝えるために、結末や重要な展開までがっつり解説するから、完全なネタバレありだ。未見の人は注意してくれよな。わかったわ。それじゃあ、ネタバレ覚悟で大英映画の凄さを教えてもらいましょう。第10位、大怪獣空中戦、ガメラタイギャオス、1967年。第10位は、昭和42年、1967年に公開された、大怪獣空中戦ガメラタイラオスだぜ。これはシリーズ第3作目にして、ガメラの子供の味方という路線を決定づけた重要な作品だな。ガメラって、あの甲羅が回転して空を飛ぶ亀の怪獣よね？今回はどんな敵と戦うの？相手は超音波怪獣ギャオスだ。こいつは凶悪で、口から発する超音波メスで、取材ヘリコプターを真っ二つに切断して撃墜するんだ。さらに名古屋城を破壊し、新幹線まで襲うんだぜ。ヘリを真っ二つにするなんて恐ろしいわね。ガメラはどうやって対抗したの？実は最初の戦いでは、ガメラも超音波メスで腕を切り裂かれて傷を負うんだ。でも、襲われそうになった A1 少年を救い出し、なんと甲羅に乗せて遊園地まで避難させるんだぜ。その後、伊勢湾での戦いでは、ガメラに海へ引きずり込まれそうになったギャオスが、苦し紛れに自らの足を切断して逃げるという衝撃的なシーンもあるんだ。自分の足を切って逃げるなんて、執念がすごすぎるわ。最後はどうやって決着をつけたの？まず、ギャオスが紫外線に弱いことや回転すると目を回すことが判明して、ホテルの回転展望ラウンジを使った捕獲作戦が行われるんだが、これは惜しくも失敗する。最後は、欲に目がくらんでいた村長が改心して山に火を放ち、熱に集まる性質を持つガメラを呼び寄せるんだ。村長さんも最後に男を見せたのね。それでガメラは来てくれたの？ああ、飛来したガメラは A1 少年の声援を受け、ギャオスと死闘を繰り広げる。最後は、夜明けが迫る中、ガメラがギャオスを抱え込むようにして飛び立ち、なんとそのまま富士山の河口へ引きずり込んでとどめを刺すんだ。A1 少年が飛び去るガメラを見送るラストは、まさに昭和特撮の金字塔だぜ。第9位、悪名、1961年。第9位は、昭和36年、1961年公開の悪名だぜ。勝新太郎とタミヤ次郎、後に大英を支えることになる二大スターの黄金コンビは、すべてこの作品から始まったんだ。二人とも大スターよね。でも、この映画がきっかけで有名になったってこと？そうなんだ。実はこの映画に出会うまで、勝新太郎は長谷川和夫の後を継ぐ、白塗りの二枚目として売り出されていたんだが、人気は伸び悩んでいたんだぜ。それがこの作品で、河内の暴れん坊八尾の朝吉を演じたことで、俳優としての運命が劇的に変わったんだ。今の豪快なイメージとは全然違うわね。役柄を変えただけでそんなに変わるものなの？ああ、着流し姿で暴れ回り、コテコテの河内弁をまくし立てる野生味が大衆の心を掴んだんだよ。相棒役のタミヤ次郎もそうだ。後のクールな二枚目キャラとは真逆で、角刈り頭で早口のお調子者、モートルの貞を演じて、勝新との絶妙な掛け合いを見せたんだ。角刈りのタミヤ次郎なんて想像できないわ。
二人が暴れ回る痛快な映画なのね。痛快なだけじゃないぜ。特にラストシーンの男の美学は伝説級だ。朝吉は将棋を足抜けさせるために因島へ乗り込むんだが、そこで何は千恵子演じる女親分麻生糸に追い詰められる。糸は朝吉の度胸を買って助けるんだが、朝吉が約束を破って女を逃がしたことで、けじめとしてステッキで朝吉をめった打ちにするんだ。助けてくれたのにめった打ち？主人公なのにそんな目に遭っちゃうの？朝吉は一切抵抗せず、じっとその痛みに耐え抜くんだ。その姿を見たいとは、私の負けや。あんたは男として名を上げると認めて去っていくんだが、血まみれになった朝吉は最後に、名を上げる？どうせそれは悪名やないかと呟いて終わる。この哀愁こそが、大英映画が書こうとした大人のダンディズムなんだぜ。第8位、兵隊ヤクザ、1965年。第8位は、昭和40年、1965年に公開された兵隊ヤクザだぜ。これは戦争映画の枠を超えた、男同士の熱い絆を描いたバディムービーの傑作だな。タイトルからしてすごそうね。兵隊でヤクザって、どういうこと？軍隊の中で組長とかが出てくるの？いや、そうじゃない。勝新太郎演じる主人公の大宮喜三郎は、入隊前はヤクザの用心棒をしていた暴れん坊なんだ。そんな彼の手綱を握れる唯一の存在が、田村隆弘演じる有田上等兵だ。有田はインテリで、暴力とは無縁に見えるが、実は誰よりも度胸がある。この暴れん坊とインテリという正反対の二人が、理不尽な軍隊の中で奇妙な友情を育んでいく物語なんだぜ。暴れん坊とインテリのコンビか。でも、軍隊って上下関係が絶対でしょ？ヤクザみたいに勝手なことはできないんじゃない？そこがこの映画の痛快なところだぜ。例えば、大宮が脱走未遂をして、有田が上官から大宮を制裁しろと命じられるシーンがある。有田は大宮を殴りたくない。すると大宮は、有田に責任が及ばないよう、自らレンガで顔面を何度も強打して、有田さんに殴られたことにしてくれと血まみれになるんだ。自分の顔をレンガで。凄まじい忠誠心ね。痛そうだけど、二人の絆は本物だってことか。ああ、さらに、腐敗した炊事班長のいじめで仲間が自殺した時は、大宮が炊事場に殴り込みをかけて、有田の起点で1対1の決闘に持ち込んで叩きのめすんだ。そして極めつけはラストシーンだ。部隊が激戦の南方へ送られることになるんだが、二人は死んでたまるかと脱走を決意する。軍隊から脱走なんて、捕まったら銃殺刑じゃないの？だからやり方も豪快だぜ。移動中の軍用列車の中で、二人はなんと機関車と客車の連結を切り離してしまうんだ。本体を乗せた客車を置き去りにして、自分たちが乗っ取った機関車だけで、満州の荒野を爆走して逃げていくんだぜ。組織に縛られず、二人だけで地平線の彼方へ消えていくラストは、最高にスカッとするぜ。第7位、黒のテストカー、1962年。第7位は、昭和37年、1962年公開の、黒のテストカーだぜ。これは大映が誇る社会派サスペンス、黒シリーズの記念すべき第一作目で、高度経済成長期の企業戦争の裏側をえぐり出した問題作だ。黒シリーズって名前からしてドロドロしてそうね。自動車会社の話みたいだけど、ただ車を作るだけの話じゃないの？ああ、新型スポーツカーの開発競争をめぐって、ライバル会社同士がスパイ合戦を繰り広げるんだ。盗聴や買収は当たり前。自社の新車をわざと大衆車に見せかける偽装データまで流す。だが、一番恐ろしいのは、主人公朝比奈を演じるタミヤ二郎の行動だぜ。主人公が恐ろしいの？タミヤ二郎ってクールな2枚目のイメージだけど、どんなことをしたの？朝比奈は会社のためなら手段を選ばないんだ。なんと、ライバル社の幹部から情報を盗み出すために、自分の恋人雅子をその男に近づけさせるんだぜ。結果、雅子は情報を得る代わりに、その幹部に低層を奪われてしまうんだ。自分の恋人を差し出すなんて信じられない。会社のためにそこまでやるなんて、狂ってるわよ。それが当時の企業戦士の狂気であり、
悲しさなんだよ。さらに、やっと発売した新車が踏切で列車と衝突する大事故が起きるんだが、それすらもライバル社に買収された社内の裏切り者が仕組んだ罠だったんだ。うわぁ、敵も味方も信用できないわね。そんなドロドロした世界で、最後はどうなっちゃうの？事件が解決して出世が約束された朝比奈だが、彼は最後に辞表を叩きつけるんだ。現代に生きられなくてもいい。俺は自分のために生きたいと叫んで、傷ついた雅子の元へ走るラストは、組織に使い捨てにされるサラリーマンの悲哀と、人間としての尊厳を取り戻す瞬間を描いた名シーンだぜ。第6位、大魔神、1966年。第6位は、昭和41年、1966年に公開された大魔神だぜ。これは時代劇の本場京都撮影所が作った本格的な時代劇と、高度な特撮技術が見事に融合した、日本映画史に残る傑作中の傑作だな。大魔神って、あの大きな石像が動くやつよね？ゴジラみたいな怪獣映画とは何が違うの？最大の違いは、大魔神は怪獣ではなく神様だってことだ。普段は山の奥で、埴輪のような穏やかな顔をして鎮座しているんだが、人間の悪用が許容量を超えた時、恐ろしい憤怒の形相に変身して暴れ回るんだ。この変身シーンが本当に怖いんだぜ。顔が変わるの？石像なのに表情が変わるなんて不思議ね。腕を顔の前でクロスさせるのが合図だ。その一瞬で、柔和な顔が血管の浮き出たような鬼の形相に変わるんだよ。しかもこの顔、中に実際の俳優が入って演じているから、眼球がギョロッと動くんだ。そのリアルさが、ただの作り物にはない凄まじい威圧感を生んでいるんだぜ。うわぁ、想像しただけで鳥肌が立ちそう。そんな神様を怒らせちゃった悪人は、一体どうなっちゃうの？ここが一番のカタルシスだぜ。悪画廊の大館様の助は、あろうことか魔神像の額に大きなタガネを打ち込むという暴挙に出る。復活した魔神は城下を破壊しながら左馬幸助を追い詰め、捕まえると、なんとその額のタガネを引き抜いて、様之助の胸に突き刺して処刑するんだ。自分がやったことをそのまま返されるなんて、まさに因果応報ね。でも、そんなに怒り狂った神様を最後はどうやって止めたの？倒したの？人間が神を倒すことはできない。暴走する魔人を止めたのは、ヒロイン小笹の清らかな涙だったんだ。彼女が必死に命乞いをして涙を流すと、魔人の怒りがスーッと引いて元の穏やかな顔に戻り、最後はサラサラと土くれとなって崩れ去る。この生と同の美しさこそが、大魔神が伝説と呼ばれるゆえんなんだぜ。第5位、忍びのもの、1962年。第5位は、昭和37年、1962年に公開された忍びのものだぜ。これは当時の日本に空前の忍者ブームを巻き起こした作品だが、それまでのドロンと消える魔法使いのような忍者のイメージを根底から覆した、リアリズム時代劇の金字塔なんだ。リアリズムってことは、忍術を使わないってこと？派手なアクションがないと地味になっちゃうんじゃない？いや、むしろその逆で、人間としての忍者の悲哀や組織の非常さがリアルで面白いんだぜ。市川雷蔵演じる主人公の石川五右衛門は、華麗なヒーローじゃなく、組織の末端である下人として描かれている。彼は東洋の桃地三太夫に弱みを握られ、死ぬ確率の高い織田信長暗殺という任務を無理やり押し付けられるんだ。雷蔵さんが使い捨てにされる下っ端役なんて意外ね。その東洋ってのは、よっぽど悪いやつなの？ああ、伊藤祐之介演じる三太夫の怪演が凄まじいぞ。実はこの三太夫、敵対しているはずの別の忍者組織の棟梁、藤林長門の神と同一人物なんだ。つまり、自分で自分と戦うふりをして、部下の忍者たちを競わせて私腹を肥やしていた黒幕だったんだよ。敵と味方のボスが同じ人だったの？部下たちは完全に騙されてたってことね。そうなんだ。だが最後は、信長の軍勢による伊賀攻めで砦が炎上し、三太夫は丈夫と共に無残な死を遂げる。組織が壊滅したことで、五右衛門はようやく忍びという呪縛から解放されるんだ。ラストシーンで、
彼が愛する女性マキの元へ晴れ晴れとした笑顔で走っていく姿は、組織に縛られた現代人にも通じる解放感があるぜ。第4位、制作の妻、1965年。第4位は、昭和40年、1965年に公開された、制作の妻だぜ。これは大英のエース監督増村康造と、トップ女優若尾文子がタッグを組んだ作品で、女性の激しい情念を描いた文芸映画の最高傑作と言われているんだ。文芸映画って言うと少し難しそうなイメージだけど、情念ってことは、激しい恋愛ものなの？ただの恋愛映画じゃないぜ。結論から言うと、これは夫を戦争に行かせないために、妻が夫の体を破壊するという凄まじい愛の物語なんだ。田村隆弘演じる主人公の制作は村の模範青年で、若尾文子演じるお金は村八分にされている嫌われ者なんだが、二人は惹かれ合って結婚する。しかし幸せもつかの間、日露戦争中の制作に二度目の召集令状が届くんだ。戦争に行けば死んじゃうかもしれないものね。でも、体を破壊するってどういうこと？ここが日本映画史に残る衝撃的なシーンだぜ。出生の前夜、お金は夫を戦場に送らせまいと、寝ている制作の目の上に五寸釘を当てて、なんとか名槌で打ち込んで失明させるんだ。目が不自由になれば除体になって、戦争に行かなくて済むからな。五寸釘を目に？痛いなんてもんじゃないわよ。愛する夫にそんなことできるなんて、狂気としか思えないわ。制作も最初は、お前がやったのか、と妻を激しく憎むんだ。だがその後、戦況が悪化して村の男たちが次々と白い骨箱になって帰ってくる現実を知る。そこで制作は初めて、妻が自分の命を守ってくれた事実に気づくんだ。目が見えなくてよかった。目が見えたら今の日本は見ていられないと悟り、最後は傷害罪で警察に連行されるおけんに向かって、待ってるぞ、お金、と叫んで見送るんだぜ。深すぎるわね。やっていることは恐ろしいけど、それこそが二人にとっての究極の愛だったってことなのね。第3位、眠り京四郎、殺法帳、1963年。第3位は、昭和38年、1963年に公開された眠り京四郎殺法帳だぜ。市川雷蔵といえばこの役、と言われるほどの代表作で、日本映画が生んだ最高のダークヒーローと言っても過言じゃない作品だな。眠り京四郎って名前、すごくミステリアスな響きよね。普通の侍とは何が違うの？最大の違いは、彼が背負っている宿命と虚無だ。京四郎は転びバテレンのイルマンと日本人の娘の間に生まれた根血という設定なんだ。そのため、世間から阻害され、彼自身も世の中を信じていない。正義のためには戦わないし、権力者にも媚びない。俺には関わりのないことだと冷たく突き放すニヒリズムが、当時の観客に強烈な印象を与えたんだぜ。正義の味方じゃないのね。でも、そんなに冷めているのに、どうして戦うことになるの？そこが面白いところだ。加賀藩の密貿易の陰謀に巻き込まれて、向こうから殺し屋を差し向けてくるから、降りかかる火の粉として切り捨てるんだよ。その時に使う必殺技が、有名な円月殺法だ。出た、その技、有名よね。具体的にはどんな技なの？刀の切っ先でゆっくりと円を描くことで、相手の視線を釘付けにし、幻惑させてから一瞬で切り伏せるという魔剣だぜ。映像的にもスローモーションなどの特殊効果を使って美しく表現されているんだ。特にクライマックスでは、和歌山富三郎、当時の芸名は木月健三郎演じる少林寺拳法の使い手、陳孫という強敵と対決するんだが、この剣対拳法の異種格闘技戦のような死闘は迫力満点だぜ。剣と拳法の戦いなんて斬新ね。最後はやっぱり円月殺法で勝つの？ああ。見事に敵を倒すんだが、京四郎は勝利に寄ったりはしない。死体の山を残して、虚しさを背負ったまま一人で去っていくんだ。この孤独な後ろ姿こそが、市川雷蔵にしか出せない大人の色気なんだぜ。第2位、佐藤一物語、1962年。第2位は、昭和37年、1962年公開の佐藤一物語だぜ。
勝新太郎の代名詞とも言えるシリーズの記念すべき第一作目で、彼をアジアの大スターへと押し上げた伝説の作品だな。ザトウイチって、目が見えないのに仕込み杖で戦うアンマさんの話よね。確か、海外でも人気があるって聞いたことあるわ。その通りだ。でも、この映画が公開されるまで、勝新太郎はパッとしない2枚目俳優だったんだぜ。それが、髪を短くして薄汚れたアンマの着物を着て、目を閉じて演技をするという汚れ役に挑んだことで、誰も真似できない凄みのあるキャラクターが誕生したんだ。役作りでそんなに変わるのね。それで、記念すべき第一作はどんなお話なの？やっぱり悪いヤクザをバッサバッサと切り倒すの？アクションもすごいが、この作品の核にあるのは男同士の切なすぎる友情なんだ。1は、天地茂演じる老害を患った浪人平手美紀と出会う。二人は敵対するヤクザの組にそれぞれ用心棒として雇われているんだが、個人的には互いの実力を認め合い、一緒に酒を飲んで深い友情を育んでいくんだぜ。敵同士なのに親友になっちゃうの？でも、それじゃあ戦えなくなっちゃうじゃない。そこが悲劇なんだよ。ヤクザ同士の抗争が始まると、平手は死に場所を求めて戦場に出てくる。一は戦いたくないが、平手は剣豪として死との真剣勝負を望むんだ。最後は、一が涙を飲んで、逆手持ちの居合で親友の平手を切り伏せることになる。親友を自分の手で切るなんて、辛すぎる結末ね。切られた平手は、自分の死に場所に満足したかのように、うっすらと笑みを浮かべて生き絶えるんだ。残された位置に勝利の喜びはなく、ただ深い悲しみだけが残る。最後は利用するだけ利用したヤクザたちに怒りをぶつけ、一人寂しく旅立っていく。この哀愁こそが、ザトウイチが世界中で愛される理由なんだぜ。第1位、白い巨塔、1966年。栄えある第1位は、昭和41年、1966年に公開された白い巨塔だぜ。これは日本映画界の巨匠山本薩夫監督が、山崎豊子のベストセラー小説を映画化した社会派ドラマの最高傑作だ。主演の民谷二郎といえば、この財前五郎という役が代名詞になるほど、彼の鬼気迫る演技が伝説となっている作品だな。白い巨塔ってドラマでも何度もリメイクされてる有名な作品よね。民谷二郎さんが元祖だったのね。ああ、民谷二郎が演じる財前五郎は、天才的な外科医でありながら、強烈な出世欲と野心を持った男だ。この映画のすごいところは、人の命を救うはずの大学病院が、実は教授の座をめぐって札束が飛び交う腐敗した世界だったという現実を、容赦なく暴き出した点にあるんだぜ。お医者さんがお金で血を買うなんて、考えたくもないわね。そんなドロドロした話をリアルに描いているの？リアリティの執念は凄まじいぞ。特に手術シーンは衝撃的で、冒頭からなんと本物の回復手術の映像が使われているんだ。脈打つ臓器がそのままスクリーンに映し出される演出は、当時の観客の度肝を抜いたそうだ。本物の手術映像。それは今のテレビじゃ絶対放送できないわね。でも、それだけ本気で作られた映画だってことは伝わってくるわ。そして、最も語り継がれているのが結末だ。有名なテレビドラマ版では財前が最後に癌で亡くなるが、この映画版は原作が完結する前に作られたため、医療ミス裁判の第一審で財前が勝訴して終わるんだ。買って終わるの？悪者が買っちゃうなんて、なんだかモヤモヤしそう。いや、それが逆に深い虚無感を残すんだ。裁判には勝ったが、唯一の両親であり友人でもあった里見助教授は、腐敗した大学に絶望して去っていく。勝者であるはずの財前は、友を失い、権力という巨大な塔の中に一人取り残されるんだよ。ラスト、彼が自信たっぷりに大名行列のような爽快心を行う姿は、栄光の頂点にいるはずなのに、どこまでも孤独で虚しく映る。これぞ大英映画が到達した、大人の人間ドラマの頂点だぜ。総評、まとめ。今日は60年代の大英映画ベスト10を見てきたけど、どれも強烈な個性があって面白かったわ。会社はなくなっちゃったけど、作品はずっと残っているのね。そうだな。倒産前夜の最後の輝きは、
今見ても全く色褪せていないぜ。特に、人間の業や社会の闇をエンターテインメントとして描く手腕は、大英ならではの魅力だ。雷蔵や勝新、そしてタミヤ次郎といったスターたちの魂は、フィルムの中で永遠に生き続けているんだな。私も大英映画を見てみたくなったわ。まずは、ガメラから見てみようかな。それもいいな。みんなも、今回紹介した中で気になった作品や、思い出の大英映画があったら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。それじゃあ、この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくね。次回も昭和の懐かしい世界を掘り下げていくから、楽しみにしていてくれよな。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。最後までご視聴ありがとうございました。